はい、市中水明診断士の竹部です。今日も裏にキリンプロデュースを見ていただきありがとうございます。今回はね、通編成が変わりまして、陰性は陰樹の説明をしていきたいと思います。この星はね、前回の変異も今回の陰樹もね、母を意味しますが、同じ母でもね、変異は定母、陰樹はね、実母の意味があります。そのためね、心はね、優しく人当たりのいい人が多いです。またね、このように母を示すことから、聖母の良さ、家柄の良さを表し、お嬢様、お坊ちゃまともなる傾向もあります。それでね、とても知的好奇心がね、旺盛で、文字の示す通り、地位や名誉を得ることもできます。いわゆるね、頭脳の星や学問と名誉のシンボルです。知的好奇心が旺盛であるためね、教養があったり、物知りな人に憧れを抱きやすいです。特にね、強い習得本能を持っているため、学習に適した環境に満足しやすいんですよね。もちろんどちらにもいい面がありますけども、変異はね、近代的なものを思考する傾向があって、逆に陰樹はね、古典的なものを思考する傾向があります。それでね、変異がね、マイナーな縁の下の力持ちのような星ならばね、逆に陰樹はね、表で活躍できる要素を兼ね備えた星でもあります。変異はね、新しいものが好きで、熱しやすく冷めやすい傾向にあるのに対して、陰樹は堅実でね、若干腰が重い面もありますけども、一つのことをね、追求できる傾向があります。それで、変異の方はね、説明書などが嫌いな方が多く、感覚でね、物事を進めていく一方でね、反対に陰樹の方は、仕事などにおいても、説明書などをね、読み、理解し、忠実に取り掛かったり、人にね、物事を説明する場合でも、まず自分がしっかりとね、習得した上で教えることができます。例えばね、読書が趣味でしたり、常にね、何かを学んでいたいでしたりね、吸収したいというね、気持ちを持っていたりします。そして、陰樹の人の中には、大して勤勉でもないのにね、ある程度成績を取る人もいたり、勉強は苦手だけど、頭の回転が速いおかげで賢いと思われている人も多い傾向があります。ですのでね、知恵高く、成績も良くね、冷静で、思慮深くね、クール、自己本位でしたり、同情深い。そういったね、学習能力に優れることでしたり、仁義深くね、慈悲心にね、富んでおり、感性でね、落ち着きがあるんですよね。コツコツと努力を続け、名誉を得ます。陰樹の男性女性はね、記憶力がいい傾向にあります。学生時代から暗記科目では困らなかったでしょう。またね、優秀だったことでしょう。そんな陰樹さんはね、論理的なこともあり、リズムで考えます。そのこともあり、感情で動く人と距離を置きがちです。そしてね、高いプライドの持ち主でもあるため、冷たい印象を周囲に与えてしまう人もいます。またね、見た目は一見、温厚で穏やかそうに見えますけども、なかなか他人の言うことを受け入れなかったりする傾向もあります。批判精神も強くてね、きつく言ってしまうこともたびたびございます。でね、このチャンネルでは、今のあなたの本質、伸ばすべき土地と改善すべき短所や、人間関係や価値観、仕事、才能、恋愛、健康、結婚悩みなど、自分自身がね、どういった人物なのか、自分がどんな性質を持っているかのね、そんなあなたの悩みをね、いい方向に占いともに向かわせていただくね、説明を、このチャンネルではしておりますので、自分自身をね、もっと知りたいという方や、知って幸せになりたいという方はね、手助けになれるかもしれませんので、よかったらね、最後までご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。またね、この動画では忙しい方向けにね、なるべくながら聞きできるように構成しております。またね、耳が不自由な方でしたり、電車、会社などのね、音が出せない方向けにもテロップをついていますので、なるべくいつでもどこでも見られるように作っております。そしてね、現在、通編成というあなたの人物像がどのようなものか分かる星を学んでいますので、出し方が分からない方は、過去動画を参照か、概要欄にね、名式ツールのリンクを貼っていますので、参照していただけたらと思います。それで今はこの部分、臨時性についてお伝えしております。通編成とは簡単に言うとその人が持つ基本的な悩みの性質になります。でね、臨時性のキーワードですね。実の母、先輩、名声、宗教、援助、古典、律儀、修養、勉強、研究ですね。陰樹性の長所を見ていきましょう。こちらですね。区別意識が高い、知識人、温厚な性格ですね。区別意識が高いで、これは何だと言いますと、他人と身内の区別の意識がとても高くね、根は繊細な面を持っています。で、簡単にはね、本心をあらわにしない傾向もあって、育った環境がね、もろに性格に出やすいタイプなんですね。また学歴や肩書きを重んじ、厳しくてもね、闘争心が強いため、どんな難関でも乗り越えられます。で、知識人で、聡明でね、情に流されず、冷静沈着にね、行動するタイプです。またね、とても忍耐力があって、緻密にね、努力を重ねる星でね、徒弟制度にもね、耐えることができるので、伝統文化などに携わる人も多い星です。
内面には負けず嫌いな心もね、秘めているので、勉強の虫となりね、知識も豊富な人が多い傾向があります。で、温厚な性格ですね。普段はね、物静かな温厚な性格の持ち主なので、目上の人だけではなくてね、後輩と後輩にもね、好かれやすいです。人に対してはね、穏やかで、分け隔てなきゃね、優しく対応し、慈愛の精神に富んでいます。またね、自分の大切な人に、ね、対する深い情であるためね、好き嫌いもはっきりしていてね、利己的な面もあります。次はね、短所ですね。時には自分勝手に、時には自分勝手に。わがままな一面も、人を見下してしまうこともですね。時には自分勝手にで、母の星なので、時にはね、母性本能が強いゆえに、やん言うね、説教人間になりがちです。悪い方向へとなってしまうと自分勝手になってしまいます。またね、ストレスに弱く傷つくことにとても敏感です。ここのバランスが崩れている際にはね、そんなことから精神的ダメージを受けやすいタイプもあります。わがままな一面もで、物静かな性格ではあるんですけども、自己中心的でね、わがままな一面もあるので、周囲からはね、冷たい人と認識されることもあります。またね、見た目と裏腹にね、内面に頑固さや強いこだわりを決めています。退化するとね、物事が古くなりやすいのが欠点であるんですよね。また迷いが多くね、決断できない場合もあります。ね、人を見下してしまうので、頭の回転がね、早いのでおしゃべり上手なんですけども、そのためね、会話が成り立たない人に対してね、話が合わない人の極度のね、苦手意識を持ちがちです。賢さはね、有意義に使うべきだってね、人を見下すことに使わないように気をつけましょう。ですので、忍術は賢さを示すのはね、悪くなると、その頭脳はね、悪知恵の方に生かされて、自分は動かずね、すべて人のためにだったりね、世間やね、親に寄生する紐になってしまったりなどね、そういうずるさが出てきます。それではね、今日のまとめですね。長所、区別意識が高い、識人、温厚な性格、短所、時には自分勝手に、わがままな一面も、人を見下してしまうこともですね。忍術の方はね、わがままな態度をね、取り続けてしまうと、せっかくのね、才能を生かすチャンスを逃してしまいがちです。人の意見にね、物申したくなる理屈っぽい面もあるんですけども、それはね、いいことではないので、一度冷静になってから話を心がけましょう。で、それでね、母の星のため、よく言えばね、面倒見がいいでしたりね、逆に取られると、あれこれ言いたくなるためね、おせっかいとね、思われたりしたりもあります。なのでね、時と場合は考えてね、発言することを気をつけたいところではありますね。そんな忍者さんはね、もちろん勉強だけに限らずね、仕事や恋愛面においてもね、優れた記憶力は発揮されるので、誰かがさりげない一言もね、ちゃんと覚えていられるんですよね。そんな一言を覚えていったときはね、人間は嬉しいものです。適切適所でね、発することで、周りに慕われ、自分らしく生きていけることでしょう。ではね、今日はここまで。次はね、忍術の恋愛結婚を説明いたします。またね、感想などコメントくださいね。で、概要欄にね、Twitter、Instagram のリンクも貼っていますので、今後配信情報など都度更新していきますので、友達追加よろしくお願いします。ではね、今日は見ていただきありがとうございました。ではね、またお会いしましょう。バイバイ。